どうも、ケイスケです。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか？僕はね、ちゃんと毎日動画更新してますと。ただゴールデンウィーク始まる前から喉の調子があんまり良くなくて、若干声枯れてるんですけども、聞き取りにくかったら申し訳ありません。今回はですね、ゴールデンウィークの企画第3弾ということで、第1弾カメラの選び方、第2弾レンズの選び方、第3弾はカメラ撮影行く前にカメラアクセサリーですね。例えば SD カードもそうなんですけども、カメラとレンズ以外にこういうのあった方がいいよっていうのが細かくあったりします。今回はですね、あったらいいよ、おすすめだよっていうね、カメラアクセサリーの種類まずご紹介した後に、それぞれこれがおすすめですというのもご紹介しておきますので、ぜひ参考にしていってください。それでは早速いってみましょう。はい、ということで今回はカメラと一緒に買っておきたいおすすめのアクセサリーというか周辺機器の話なんですけども、7つありますね、持ってきました。SD カード、SD カードリーダー、カメラストラップ、三脚、カメラバッグ、予備バッテリー、レンズクリーナーと。はい、この7つですね。僕が最初にこう揃えておきたいと思ったのはこの7つぐらいかなと思ったので、この7つどういう風に必要なのかっていうのと、あとは、どれがおすすめなのかっていうのもご紹介していきたいと思います。はい、でまず SD カードです。僕はですね、こういうチップっていうね、小銭入れの中に SD カードいっぱい入れてるんですけども、もうめちゃめちゃ持ってます。足んないからね。はい。で、SD カード僕がメインで使ってるもので言うと、こちらですね。プログレードの、コバルトっていう SD カードです。これね、結構高いんですよ。256GB で多分3万ちょっととかする値段なので、結構高いものを使っています。後で皆さんへのおすすめもご紹介するんですけども、僕がなんで高いものを使ってるかっていうと、SD カードって大きく値段が変わる要素っていうのが、速度と、あとは容量なんですよね。容量も 256GB、容量も 256GB と結構大きいよっていうのもそうだし、プラスしてカメラから SD カードへの書き込み、SD カードから、パソコンへの読み出しというのが、2つとも結構な速度で行えるので、結構値段は高いという感じになってます。SD カードのことについては結構ね、細かく別の動画とかで紹介してるので、そちらも見てほしいんですけども、基本的にカメラから SD カードへの書き込みが早いと、例えば連写した時にこう連写した写真データがすぐに書き込めたりとか、動画の場合は早い SD カードじゃないと書き込めないという場合も結構あるので、動画メインの方は結構早い SD カードの方がいいかなと僕は思っています。で、SD カード自体はめちゃめちゃ規格が細かいんですよ。なので、こういうのを買った方がいいっていう話をしちゃうと、長くなっちゃうんですけども、おすすめだけご紹介しておきます。写真だけやってて、そんなに速い速度いらないよという方は、こちらの SD カードでいいと思います。トランセンドかサンディスクかどっちでもいいと思うんですけども、結構値段も安くてですね、速度も普通に速いという感じの SD カードになります。何より値段が安くてですね、2000円とか3000円ぐらいで買えるっていうのも魅力的かなと思います。で、他の SD カードでもいいんですけども、できればですね、この SD なんとかなんとかみたいなところね、書いてあると思うんですけども、ここが SDXC となってるやつの方がいいと思います。これもね、速度とかの指標なんですけども、最近の SD カードはだいたい SDXC という形になってるので、このね、SD カード買っとけばいいかなと思います。わからない方はもうぜひ概要欄から買ってみてください。で、もう少しだけね、ステップアップして、例えばスタジオ撮影いっぱいしますとか、高画素のカメラ使いますとか、要は重たいね、一枚一枚重たいデータを扱いますっていう方はですね、はい、プログレードのゴールドっていう SD カードをおすすめします。このね、プログレードのゴールドは、カメラからの書き込みは普通なんですけども、パソコンへの読み出しっていうのが早くなっているので、結構ストレスがなく使えるかなと思います。UHS-2 っていう規格なんで、結構早い規格なんですよね。それでも値段は結構安めに抑えられているので、僕はわりかしこれをおすすめすることも多いかなと思います。どうしても値段は最初だから安くしたいよって方は、さっきのね、サンディスクとかの SD カードにしてもらって、その上でステップアップしようと思うんだったら、こっちの方がストレスはないと思います。で、さらに動画を本格的にやりたいよっていう方は、さっきのね、ご紹介した僕の使っているプログレードの、コバルトの SD カードがおすすめです。これはもうカメラから SD カードへの書き込みも、SD カードからパソコンへの読み出しも、もうめちゃめちゃ高速という SD カードなので、これは結構おすすめかなと思います。値段は高いけども、1個持っておくと絶対便利なので、本格的にやりたいよって方はぜひね、買ってみてください。ということで、持っておきたいカメラアクセサリー1つ目は SD カードでした。これがないとね、カメラ使えないしね。ケイスケの動画
で続いておすすめのカメラアクセサリー2つ目が SD カードリーダーなんですけども、僕が使ってるものははい、こちらですね。これ、さっきご紹介した SD カードのプログレードっていうメーカーのものなんですけども、これ SD カード2枚入るタイプの、SD カードリーダーです。で、ぶっちゃけ、さっきご紹介した、一番安いタイプの SD カードを使うんであれば、SD カードリーダーは割かし何でもいいです。パソコンに付属しているものでもいいし、何使ってもいいかなと思うんですけども、例えばこのねさっきご紹介したプログレードのゴールドとかプログレードのコバルトっていうね速い SD カードを使う場合には SD カードリーダーも気をつけなきゃなりません。でこの速い SD カードっていうのが UHS-2 と、第2世代みたいな感じですね、の規格なんですけども、それに対応している SD カードリーダーじゃないとちゃんと速度が出ないんですよ。なのでですね、それに対応した SD カードリーダーということで、僕は2枚させるプログレードの SD カードリーダー、結構これをおすすめしています。もしくは、もう少し値段を安く抑えたいよという場合は、サテチの SD カードリーダー、僕も前は使ったんですけども、4000円ぐらいかな、くらいで買えると思いますので、こちらの SD カードリーダーもおすすめです。こっちは SD カード1枚しかさせないんですけども、ケーブルも付属しているというか、もうケーブル内蔵型みたいな感じなので、デザインも綺麗だし、僕は好きだなと思います。早いSD カードを使う方はぜひね買ってみてください。ということでおすすめアクセサリー2つ目は SD カードリーダーでした。さて次おすすめカメラアクセサリー3つ目がカメラストラップです。で僕のおすすめするカメラストラップは自分で作ってるやつなんですけども、こちらフレックストラップというカメラストラップ作っております。基本的には好みのねデザインのものを買ってほしいなと思うんですけども、このフレックストラップはですね長さが調節できるようになっています。僕としてはかなりね黒金でブラウンのバージョンもあるんですけども、結構デザインも好きだし、あとはここはねベルトのバックルみたいになってるので長さがキュッと調節できるようになっていますので、首からかけたい人とか肩掛けしたい人とかそういう風に用途を変えても使えるっていうことで、僕はねこのね自分の作ったフレックストラップをおすすめしております。それは僕が作った理想のストラップなんで、さすがにおすすめ何かって聞かれたらこれになるんですけども、ストラップ自体は好き好みがありますので、カラーとかデザインとかそういうので選んでもらえればと思います。ただですね、ここですね、カメラストラップ、僕はですねこの先っちょにフレックストップと、これも自分で作ったやつなんですけども、っていうアイテムをつけています。で、普通のカメラストラップってカメラの両端にくくりつけなきゃいけないみたいな感じなんですけども、それをですね簡単に着脱できるようにしたアイテムになっています。こういうアイテムがあると動画の時とかってストラップいらないなと思うシーンがちょこちょこあったりするので、そういうシーンでねすぐにストラップが外せたりするので結構おすすめかなと思います。こういうのも、ストラップと一緒に買っておくとね後々便利かなと思いますので、気になる方は買ってみてください。ということでおすすめのカメラアクセサリー3つ目がカメラストラップでした。で次おすすめのカメラアイテム4つ目が、三脚ですね。三脚はですね、僕は結構ちっちゃいのを持っています。結構動画用とか写真用とかいっぱいたくさんいろんなものがあるんですけども、本当に最初に買うんだったら僕はねもうこのめちゃめちゃ安い DG204 っていうのもいいと思います。もちろんね三脚によって耐えられる重さとか安定性とかが全然変わってくるので、ステップアップするときには別のね三脚の方がいいと思うんですけども、結構僕のイメージだと三脚って使わないよという人多いと思いますので、まず安い三脚からでもいいので、三脚使うとこんなに変わるんだというものを知ってほしいなと思います。で、DG204 使っていただいた後に次のステップとして僕がおすすめしているのはこちらのヴァンガードの三脚なんですけども、これね僕壊れちゃいましてはい、今使ってるのはマンフロットのなんですけども、マンフロットのやつよりもやや軽くてですね、ヴァンガードのやつの方が軽くてコンパクトで僕は使いやすいかなと思います。三脚の高さ自体はマンフロットの方が上だったりするので、その辺はね優位性があるんですけども、やっぱある程度のねトラベルで使いたいよって方は、このヴァンガードのカーボンの204の三脚おすすめです。でさらに写真でちゃんとした三脚使いたいよっていう方は、僕これ使ってるんですけども、レオフォトの、324っていうねちょっと太めの三脚おすすめします。にプラス上の部分のね雲台も別で売ってるんで、ここまでいくと全部で6万円ぐらいするんですけども、そこまでお金をかけるとかなりしっかりした三脚がゲットできるので、ぜひ自分の実力とか、欲しいものに合わせてチェックしてみてください。やっぱね星とか撮るときは安定性のある重たい三脚の方がいいと思いますので、その辺はレオフォトを僕はおすすめします。ということでおすすめのカメラアクセサリー4つ目が三脚でした。ケイスケの動画。次おすすめカメラアイテム5つ目がカメラバッグです。
はい、僕が使っているのはこちらのフロアパックフレックスというカメラバッグをメインで使ってるんですけども、カメラバッグっていうと基本的にはカメラを入れる場所が別で用意されたりとかするっていうのが、カメラバッグの特徴であったりします。僕のこのね、フロアパックフレックスの場合はここがよいしょ開くようになっていて、ここにねカメラを入れることができるという形になっています。で結構カメラバッグっておしゃれじゃないものが多かったりするので、僕はねおしゃれなものが作りたいということでこのフロアパックフレックスっていうのを僕は作ったんですけども、現状ちょっと売り切れておりましてですね、ちょうどクラファンが終わって今配送中であります。カメラバッグはいろんなカメラバッグ見に行ってみて、これ合ってるなと思ってるものを見つけてほしいんですけども、結構ねこれは自信作なんだよな。ぜひね機会があれば買ってほしいなと思います。カメラバッグ最初から用意できないよという方はですね、カメラ自体を布とかねそういうので包んで、それでカバンに入れてあげるとねカメラを保護しながら持ち運べるので、そういう持ち運び方もいいかなと思います。僕もねカメララップっていうアイテムを作ったりしてるんですけども、それじゃなくても自分でね家にあるタオルとかでもいいんですけども、そういうのでまずくるんで、持ち運ぶっていうのがファーストステップなのかなと思います。ただゆくゆくはねカメラバッグとかあった方がカメラ入れる部分もあるし、レンズもね別で保護できるし、あとはここにね三脚が入れられたりとかこういうところにもするので、いろいろねカメラ関連のものが持ち運びやすいよということで僕はカメラバッグをお勧めしています。ぜひねカメラ本格的にやろうと思っている方は買ってみてください。ということでおすすめカメラアイテム5つ目が、カメラバッグでした。残り2つですね、残り2つ、おすすめカメラアイテム6つ目が予備バッテリーです。僕はね結構予備バッテリーいっぱい持ってるんですよね。今使っているソニーの予備バッテリーとか、あとはこういうねパナソニックルミックスのカメラの予備バッテリーとか、カメラによってバッテリーっていうのは全然違うので、予備のバッテリーを持っておくことをお勧めします。写真だけしかやんないよっていう方は予備バッテリーなくてももしくは1個ぐらいあった方がいいかなぐらいだと思うんですけども、動画もやるよっていう方はもう結構何個か持っておいた方がいいなと思っていて、僕の場合はこのねソニーの予備バッテリーは6つぐらい持ってます。僕は持ちすぎな方ねルミックスのバッテリーも4つぐらい持ってるんですけども、もう1個買い足しとくぐらいがいいんじゃないかなと思ったりします。もしくはバッテリーそんな買う余裕はないよねっていう方は、モバイルバッテリーとか持っておくのをお勧めしていて、モバイルバッテリーとかはちょっと出力ね強めの1万ミリアンペアぐらいのモバイルバッテリーがあるといいなと思います。僕がお勧めしているのはこのね CIO のスマートホビープロというモバイルバッテリーだったりするので、バッテリー買うまではいかないよという方はこちらのねモバイルバッテリーも検討してみてください。あとショート動画でも紹介してるんですけども、バッテリーを充電する別のね充電器っていうのがあると、バッテリーいくつか同時に充電できたりするので、そういうのもあったら便利かなと思ったりします。普通にねカメラ買ったらバッテリーの充電器がついてくるか、もしくはカメラ自体に USB-C で給電するかと、2択になると思うんですけども、いくつか同時に充電したいよっていう場合は、こういう複数充電できるものがおすすめかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ということで、おすすめのカメラアイテム6つ目が、予備バッテリーでした。ケイスケの動画。ラストおすすめカメラアイテム最後の一つが、レンズクリーナー、カメラクリーナー系のアイテムですね。で、主に多いものというとレンズペンと、ブロワーと、あとは僕がたまに使っているこのね白馬のレンズクリーナーっていうのがあるんですけども、この3つを僕はよく使っています。で今ねちょっとパッとどこに行っちゃったかな、ちょっと後で探しとくんですけども、レンズペンっていうのはレンズの表面を拭いたりとかするもので、結構ねこれ便利なので僕は使っています。1本1000円ぐらいで買えるので、これ1個あると結構ねレンズ綺麗に清掃できたりします。でもう1個ウェットティッシュタイプのねレンズクリーナーもあって、これがあると結構ね綺麗にウェットティッシュタイプなのでね、ちょっとどうしてもレンズペンじゃ取れないよっていう部分も取れたりするので、こちらも結構おすすめです。で、最後ブロワーなんですけども、ブロワーはもうどこのでもいいです。結構レンズ交換するときにそこの間にねホコリが入っちゃったりするので、入らないようにプシュプシュっとしてあげて、ホコリを飛ばしてでレンズを交換するというような形にしたりしています。でどうしても今の一眼カメラ、特にミラーレスって言われるタイプなんですけども、このねセンサーっていうのがむき出しになっているので、ここにホコリがめっちゃ入りやすいんですよ。でここが汚れて、ここを清掃しようとして自分でやると結構失敗したりするんで、ここはね僕はあんまり自分でやることをお勧めしてないです。もうお店とかに持って行って綺麗にしてもらうっていうのがベストだと思うんで、もしここのセンサーっていう部分が汚れたら、あんまり触らないようにしてください。あとですね、僕はこのねレンズの後玉
後ろの玉のところもいじらないようにしています。基本的に拭く部分としてはこのね、前のレンズの部分だったりとか、レンズ表面ですね、カメラ表面っていうのも拭いてあげるといいのかなと思いますので、そういう清掃アイテムとして、レンズブロワーとレンズペンと、あとレンズクリーナーおすすめしてますので、ぜひ持ってないよという方は、1個ね、買ってみてくれると嬉しいと思います。ということで、おすすめカメラアイテム最後の一つが、クリーナー関連でした。ケイスケの動画。はい、ということで、今回はカメラアイテムの話をさせていただきました。周辺アイテムみたいな感じですね。これ以外にもたくさんいろんなものはあったりするんですけども、結構僕としては今回紹介したアイテムが基本になるかなと思います。のでですね、徐々にではいいんですけども、SD カードぐらいは最初にね、ないと撮影ができないので、SD カードは撮影用に買っていただいて、SD カードリーダー、カメラストラップ、この3つぐらいは、とりあえず買っていただいて、後に関しては自分が必要だなと思ったタイミングで買っていただければと思いますので、ぜひそういう感じでいろいろ買って揃えていただければと思います。今回おすすめしたアイテムに関しては概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ気になるものがあれば買ってみてください。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタンからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日はちょっと滑舌悪かったかもしれないですが、すみません。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。